やるかと。あ10年目だしと。勢いですよ。何事も勢いですね。見てみたかったんです。横尾太郎が見る各ハッピーエンドを。なるほど。どうも、カズです。どうも、ニーアオートマタをクリアしました。ヒガスです。そして、ニーアオートマタを作っている斉藤よすぴさんに来ていただいております。お願いします。でも、ニーヤオートマタクリアしていただいたんですね。はい。ありがとうございます。ずっとやってて、クリアしちゃって、喪失感があって、もう今日なくなっちゃったよって思って。あの世界って、実はコンサートの中で朗読劇があったり、あとは舞台にもなってるんですよ。なので、ぜひその喪失感をですね、コンサートのブルーレイだったりとか、舞台のブルーレイをより見て、深く沼にはまってもらえると。いいですね。カズさんもあれですよね、オートマタはたくさん遊んでいただいて。そうですね。やってると、オートマタはロボットの、赤ちゃん育ててはい。森の。はい。僕にとっては彼が主人公に見えてくるストーリーですね。そうですね。あれは象徴ですよね。はい。途中なんか哲学のロボットがなんか崖のところにいたりとか、最初はあの辺りからこのゲーム何なんだろうなっていう匂いがしてくるんですけど、自分の中ではだんだんロボット生命体の視点になっていくっていうことがなんか面白いというか、多分僕あれはなんか自分が一番似てる人を投影しちゃうんでしょうね。じゃあニーヤシリーズが今回10周年ということで。そうですね。それ10周年の記念として、その10年前に作ったものを改めて、結構もう遊べなくなってしまっているので、当時のそのプレイステーション3をまだね、現役で遊んでる人には全然遊べるんですけど、やっぱり遊べなくなって、環境的に遊べなくなってしまっている方が多いので、ニーヤオートマタから入った人に改めて、じゃあニーヤの世界の、なんて言うんでしょうね、第一歩目を、遊んでもらいたいということで、今、バージョンアップ版として作ってる感じで、これあれなんですよ、周り、結構もう、プロモーションを徐々に始めていくんですけど、開発外の人に見せるじゃないですか、プロモーションをしていくために。で、バージョン1.22うんちゃらっていう、そのサブタイトルがついてるんですけど、中身見てもらうと、これバージョン1.22じゃなくてバージョン5ぐらいあるんじゃないですかっていうぐらい頑張って作っちゃってるので、ぜひですね、昔遊んだ人にもまた改めて遊んでもらうと、また楽しんでもらえるかなと思うので。嬉しいです。ニーヤレプリカントのバージョン 1.2 の動画見る感じにいたしましょうか。はい、わかりました。皆さんどうぞ。Kukra
実は僕がそのニーヤレプリカント知ったのが、もうプレイステーション3が終わりに差し掛かってた頃に、はいはいはい。とある、ちょっと名前忘れちゃったんですが、ミュージシャンが好きなゲームを3つあげるとっていう中に、ニーヤレプリカントを入れていて、すごいストーリーが感動したってことを書いてたので、それで昔のゲームを買ってやったんですよ。ただ、今のゲームがどんどん操作がしやすくなったりとか、要は楽なもんですから、昔のゲームやるって言った時にちょっと抵抗が出たんですね。いや、昔のゲームは改めてやると難しいもの多いですよね。はい。それでなのでその後に僕はニーヤオートマタをやって一回僕挫折してるもんだからその挫折ゲーム屋さんでニーヤオートマタを買うかドラクエ買うかファイナルファンタジー15買うかって実は悩んだ時があって、それでヨースピさんが作ってるからっていう理由でその時ニーヤオートマタ買ってたんですね。もうそれはもうあれですね、忖度以外の何者でもないチョイスですね。いや確かに今考えてみるとそうですけども後悔しない選択だったんですよ。で僕は家にゲームを積まないっていうポリシーがあって、買ったらやると。そうなんです。やっぱそのゲームを最大の贅沢だと思ってるので、それで大切に買うんですが、ニーヤオートマタ買って、先ほどちょっとお話しした通りかなりの衝撃を受け、でだからこそまたニーヤレプリカントのストーリーは知りたいなとは思ってたんですよね。端末が違うからもはやできないしとか。これはだから、間違いなく僕と東君は買うと思います。ぜひ間違いないです。楽しみに待っていてください。はい。そんなに遠い未来ではないはずなので。そうですか。これストーリーとかはそのままだけれども、基本なんでしょう、ゲームシステム自体が結構変わってるってことなんですか？そうですね。触り心地はオートマタになるべく近い形にしたくて、そうですか。そこら辺は変わってますし、あとは、物語は基本同じなんですよ。ただ、前作でできなかったそのフルボイスという、完全なボイス対応。だから、声はね、全部取り直しですね。すごい。10年前を懐かしい、ほぼ同じキャストさんなので、10年前の自分の声を聞いてもらいながら、でも無理に合わせなくていいですって話で、今の解釈でのそれぞれの登場人物たちを演じていただきつつ、あとはあれですね、シナリオを追加はしています。新しいシナリオも入ってるので、それもぜひ楽しみにしていただきたいです。よかった、これ、東君、ね、ニーヤロスがここでありますよ。ね、満たされますよね。早くやりたいな、すごいな。これやろう。ね。そしたら次リンカネーションの方ですけれども、じゃあこの後またリンカネーションの PV を一旦見ていただきます。どうぞ。物語を正しい姿に戻すため、黒い敵を倒すのがあなたの役目よ。あらあら、ようやく起きたのね。ということで、なんか映像がリンカネーションってスマホっぽくないというか、そうですね。ですよね。はい、もう家庭用ゲーム機に近い見た目のゲームになってると思いますね。はい。もちろんそのスマホライクというか、スマホならではのそのガチャ仕様みたいなのは当然入ってはいるんですけど、コンシューマーゲームに近い
見た目と近い遊びがやっぱ入ってるので、そこはなんか見てもらいたいですね。で、ストーリードリブンと言われる、いわゆるその物語でゲームが進んでいく形なので、はい、ニーヤやっぱりその世界観が好きとかキャラクターが好きとかストーリーが好きっていう人が多いので、そこはニーヤファンの人たちにも満足してもらえるゲームかなと思います。ね、ニーヤオートマタってすごく複雑なストーリーなのに、人にコミュニケーション取って会話する時のセリフは短くて、会話自体のなんですかね、スマホゲームって結構2人の会話の時間が長くて読み飛ばすこと多いじゃないですか。でもニーヤオートマタプレイした時思ったのは、一人の説明はすごく短いのに、サイドストーリーとかやってると自然とストーリーが頭に入ってくるってところがあって、なんか非常に巧妙だなと思ってやってたんですよね。結構セリフの直しは最後の最後までやってますね。収録の現場で直したりもしてますし。このゲーム自体はこのニーヤオートマタが出てからどういうタイミングで立ち上がったんですか？ニーヤオートマタが出て、ある日私が気づいたんですよ。そういえばニーヤ10周年あるじゃん。やべえ、なんかやんなきゃ。よし、作るか、みたいな。だから結構そんな感じですよ。もうね、結構忙しかったんですよ。なんかニーヤ、それこそドラゴンクエスト10をやって、ドラゴンクエスト11をやって、ニーヤを作ってみたいな。なんかもう結構忙しくて、オートマタがもう3年ぐらい経つんですよね、確かね。2017年。なので、その頃めちゃめちゃちょっと忙しくて、もうなんか3年後のこととか全く考えてなくて、ちょっと落ち着いた時にふと思いついたんです。やば忘れてたなんかやんなきゃみたいな。で、このニーヤレプリカントのバージョン 1.2 もあるし、リインカーネーションもあるし、なんか2つ出そうみたいなことを考えて、そうなんですよ。もうやるかと。10年目だしと。勢いですよ。何事も勢いですね。あんまりそのディレクターに対しては意見は言わないというか、ゲームの、制作に入る前のプリプロダクションの期間にもう言いたいことは言い切るっておっしゃってて、そうですね。このハッピーエンドとかにしてほしいって言われたっていうことがちょっと印象的だったので、それは、どうしてそういうふうに言われたんですか？見てみたかったんです。横尾太郎が見る各ハッピーエンドを。なるほど。見てみたいじゃないですか。ですね。ニーヤレプリカントは俺の中ではハッピーエンドで書いてくれてありがとうと思うんですけど、そんな人に聞くと、どこがハッピーエンドやねんってよく言われます。オートマタもそうです。オートマタは逆に、オートマタの時は、めちゃくちゃにしていいって言ったんですよ。もうだから絶望以外の何者でもないしていいって言ったら、横尾さんは天の弱なので、ああいうエンディングになりました。感情を持つことを許されていないって言って、感情を持ちまくりで叫びまくりじゃねえかってアイドルとしてどこまでいけるか、ようやくねエベックさんからメジャーデビューって形で、私そこの場にいて一緒に泣きましたからね。本当それぐらい感動して、